お芝居チャンネル、かおるちゃん。おはようございます。村上かおるです。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。ギフト from the future 最強の第2対策、もう悩まないこれだけ見ててよろしくお願いします。さあ、早速やって参りましょう。お芝居チャンネルかおるちゃんでございます。素晴らしい。よろしくお願いします。なんとお芝居チャンネルかおるちゃんでございますけどもね、この私が持ってるこの動画の中でですね、このチャンネルの中で一番再生回数が伸びてるのがダニに関する動画ですね。ダニのチャンネルなんですかね、これはね。今ですね、YouTube を始めて1年になるんですけども、チャンネル登録者数がですね、ありがたいことに140人の方いらっしゃいます。ありがとうございます。そのうちの30人がなんとダニの動画から来てくださってます。ありがとうございます。もういよいよダニのチャンネルでございますけども、ダニのそんなにね需要があるんだということで、ダニの動画を今回改めてですね、もう前回の動画はめちゃくちゃ好評なんですけども、それを補う形で、じゃあもう分かりやすくスパッとこれやんなっていうのをズバンと皆様にお教えしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでこのお芝居チャンネルかおるチャンネルですね、もう役者に関係するありとあらゆる、もう特に私生活とか心理学とかそういうすごくニッチな部分をですねいっぱい取り揃えた動画がございますので、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてグッドボタンいただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。さあ、早速やってまいりましょうね。結論からバツンいきましょうね。まず皆さん、ダニめちゃくちゃムカつくじゃないですか。なんでこんな刺されて、しかも寝るときになんかチクチク、もう腹立つわ、もうブチしたいと思うじゃないですか。結論いきましょう。無理です。ダニを滅亡させるのは無理なんでございます。ダニとうまく付き合っていこうよということでございます。もうね、ダニを家の中からなくすってことは無理なんですよ。どう考えても無理なんですね。で、無理な理由っていうのは今後、説明していきたいと思います。じゃあ僕たちはどういうふうにダニを駆除してうまく付き合ってて刺されないように快適に過ごせるかっていう結論をまずバツンお伝えします。はい。で、私たち実はこれってダニの駆除効果的な方法としてやってるけど、実はそうじゃないよっていう目から鱗な情報をですね皆様に教えて、でその後にじゃあどうすればいいのって、まず敵を知ろうよってことでダニについて細かく解説していきます。でダニについて分かったところでもう一度、じゃあどういうふうに僕たちベッド、シーツ、マットレス、ソファー、こういうふうにしてったら快適になるよねっていうので、今回この話をまとめていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速参りましょうね。さあ、結論としてダニを滅亡させるのは無理だと出ました。もうめちゃくちゃ強いんですよ、奴ら。じゃあどうしたらいいのって、もうこれ結論だけバツンって言いますね。まず、お布団で悩んでらっしゃる方、洗えるものですね。洗えるもので悩んでらっしゃる方はこちらの結論です。まず、コインランドリーに行ってください。コインランドリーに行って、高密度シーツをそれに貼って、そして定期的な清掃ということで、ダニを駆除してめちゃくちゃ数を減らした状態でそれを維持していくという考え方でございます。はい、これちょっと詳しくいきましょうね。コインランドリー、これ手順がございます。乾燥させて洗濯して乾燥させてください。これなんかちょっとあんまピンとこないですよね。こういう方法を取ってる人多分ほとんどいないと思うんですけども、乾燥が先なんです。まず乾燥機にぶち込んでください。まだ洗ってもないのに。で、これ後ほど言うんですけども、この最初の乾燥でダニを死滅させます。はい。で、その後洗ってください。これ洗ってから乾燥じゃ全く意味がないですから、もう全くです。全く意味がないですから、乾燥、洗濯、乾燥です。もうね、ここの結論はもう僕の言うことを鵜呑みにする人だけ、これ見てください。はい。で、なるほどね、もうそれでじゃあ実行って。で、その後、もうここで、その理由を説明しますので、これを見てね、納得、OK、じゃあそうするぜっていう方は、もう今すぐこの動画を切って、今すぐコインランドリーにぶち込みに行ってください。はい、ということです。この順番だけ間違えないようにね。毛布はだいたい1時間ぐらい、薄いものだと30分ぐらい、洗濯というか、この洗濯の前の乾燥ですね。で、やるといいかなと思います。はい。で、高密度シーツというのがあります。高密度シーツっていうのがダニを繁殖させない上ですごく大事なんですね。高密度シーツっていうのは、皆さん繊維の拡大図とかで見たことありますかね。こう穴が開いてこんな感じになってるじゃないですか。で、こういうとこからこうダニがね、ヒュンヒュンヒュンって入ってって、布団の奥底に入ってたりするんですけども、高密度シーツっていうのはこうキュッてなってるんですよ。高密度にもう織り込まれてるシーツですので、そこダニをこう入っていけないんですね。布団の奥まで。だからダニの繁殖を防ぐことができるんですよ。ダニが表面にしかいないので、お掃除も簡単ですよね。これだからペットとか飼ってらっしゃる方もすごくいいんですよ。猫の
の毛とか犬の毛とか入ってくじゃないですか。猫の毛とかもうすごい細かいところに入ってね、なかなか取れなかったりするじゃないですか。あれが高密度シーツだとダニも通さないんで、もちろん猫の毛も通さないんですよ。だからお掃除が楽になりますよというものでございます。で、もちろんそのペットの毛なんかもダニにとっては、ごちそうになるわけですから、そういうのも防ぐことができますということでございます。はい。で、定期的な清掃を行うことによってダニとうまく付き合っていきましょうということでございます。はい。で、問題なのが洗えないものですよね。これどうしようかなということで、こちらですね。薬剤を使ってください。もう薬剤しかねえぞというところでございます。簡単に言えばね、もちろんこの結論っていうのは他にもいっぱいありますけど、これが一番コスパが良くて一番手軽で一番効果的だよというところでございます。はい。まあ例えばソファーなんかはもうどうしようもないじゃないですか。まあ一個一個ね分解してね、専門の業者の方は一個一個分解して洗ったりとかしますけども、それをじゃあ自分でやるだってだったらちょっと大変じゃないですか。まあありますよ。アイリスオーヤマから出てる水でこう洗ったりするようなやつあるじゃないですか。とかスチームクリーマーとかねあると思うんですけども、まあなかなかね内部まで届かないんですよね、その影響力っていうのが。届くんだったら全然いいんですよ。届くんだったら絶対やってほしいですけども、まあ簡単に言えば薬剤でもう内部までバズンとやってください。で、内部までって言うんですけども、薬剤でこう散布型のバルサン的なやつあるじゃないですか。こう家中にファーみたいなやつ。あれがねなかなか内部までいかないんですよ。布団とかソファーとかの内部、あと畳、その3つの内部にはなかなかいかないです。で、これも僕の実体験としてあるんですけども、友達のね、もう亡くなったおじいちゃんとおばあちゃんのお家が空いてると、平屋が。で、そこにまあ住ましてもらおうと思って、半年ぐらい群馬に住んでた時があってですね、僕が行きますよというところでダニの駆除をやってくださったんですよ、プシューって。で、ああ、やってくださったんだ、ありがとうございます。で、そこでバーン寝た日、背中グワー刺されて、全然死んでないやんってなりまして、そこからじゃあいろんなのをどうしようかってなって、一番効果的だったのが畳にぶっ刺すタイプのやつですね。ぶっ刺して薬剤バーのやつが効きました。逆にあれじゃないとやっぱ内部の方、下の方に逃げちゃうんですよね。で、下の方にやっぱりいっぱいいらっしゃいますので、ダニが。だから内部まで届くやつ、ぶっ刺すタイプでやってください。あれはもうまあ一概には言えませんよ。一概には言えませんし、何の保証も僕はしませんけども、畳にぶっ刺すタイプのやつを僕はぶっ刺します。やるんだったらね。はい。とか、あとはまあ、駆除にはならないですけども、ダニを誘引するシートがあるじゃないですか。中に入れて閉じ込めてそのままポイって捨てればいいよとか。で、中に入れて、まあ最近では乾燥させてそのまま、殺すみたいなそういうやつもあるんですけども、まあそういうやつでソファーとかすることはできます。はい。で、まあ他にもね、その炎天下の中外に出してこう、ビニールとかに包んで中の温度ガンガン高めるとか、いろいろあるんでしょうけども、絶対めんどくさいです。絶対めんどくさいし、現実的じゃないですよね。ソファーも結構重いし、じゃあそれを干す場所ってなかなかないじゃないですか。だから一番現実的なのはソファーとかそういうものに関して、洗えないものに関しては、薬剤が一番効果的かなと思います。はい。で、それも同じように高密度シーツとかをしてください。ソファーのなんか隅っこになぜかこう柿の種って入りません？ソファーのここ。ズボズボってするところ。あそこにいっぱいなんかお菓子、ベビースターラーメンとか、あと柿の種とかめっちゃ入るじゃないですか。そういうのをまあ防止するのもそうですし、お布団と一緒ですね。高密度シーツによってダニを表面こういさせない。まあこう出ても来ないし、まあ出てこないから刺されないですよね。だし、まあ食べかすとかフケとか赤とかそういうのも、防ぐことによって餌を与えないということができます。はい。で、それを踏まえて定期的な清掃というのをすることによってダニをめちゃくちゃ抑えることができます。つまりはダニを駆除した後にそのまま増やさない。増やさずに人間に害がないように共に共存していくということができるということでございます。はい、これですね。で、お布団で悩んでらっしゃる方はこちらぜひやってください。乾燥、洗濯、乾燥でございます。これをやればバッチリということでございます。じゃあ、なぜこの結論に至るのかというのをですね、今から皆様にバーッと細かくお伝えしていきたいと思います。これマジでもうまずはね、目から鱗なんですけども、アース製薬がね、アンケートを取りました。どんなアンケートか。効果が薄い対策を効果が高いと誤認している人が何人いるのかというふうにですね、アンケートを取ったところ、なんと8割の方が誤認しておりました。いや、これやったらダニ対策バッチリでしょ。私んちマジ清潔なんで、いや、ダニほとんどいないよとか言いながら、8割の方が間違った対策をしていたんです。おほほー。これはマジで目から鱗なんでいきましょうね。まずこちら。布団は天日干しでダニ駆除。ねえ、お布団にバッて干して、この暑さ、ねえ、ふわーってして、ねえ、いい匂い、紫外線も降り注いでる。大丈夫でしょ。ブブー
ダメでございます。天日干しではダニの駆除にはなりません。これ大事ですよ。ダニの駆除にはならないですね。防止とか増やさないっていう風には効果があるんですけども、あくまでダニを殺すっていう効果はですね、天日干し自体にはありません。天日干しに一つ工夫を重ねるのであれば、天日干し自体にもダニを駆除する効果が望めるんですけども、普通の天日干しだけではダニ駆除には実はならないんですね。それぐらいダニって強いんです。はい。では次行きましょうね。布団叩きでホコリとダニさよなら。もうこれで綺麗でバンバンバンとすればいっぱい出ますね。はい。ダニはさよならです。ホコリもさよならですというところでございますけども、こちらもブーブーでございます。違うんですね。まず、ホコリっていうのはこれね、もう叩けば叩くほど無限に出てきますね。繊維を自分でバン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 ぶっ壊して、それがただ、チャーってこう、繊維がちぎれて飛んでってるだけですから、はい、ダメでございます。で、ダニをさよなら、まあ、物理攻撃でね、布団叩きあるじゃないですか。布団叩きのあそこにたまたまこう、ダニが当たれば確かに潰れて死ぬかもしれないですけども、まあ、それがじゃあダニ駆除何万匹ってね、もう目に見えないぐらいのダニを、布団叩きでじゃあ全員倒すぜみたいなことは、まあ現実的には不可能であるということでございますね。そして、まあダニさよならっていうのは、ちょっとこれがまたですね、逆効果なんですよね。特にダニに対してアレルギーとかそういうので悩んでいらっしゃる方、これで綺麗にするぜって叩くと逆効果なんですね、実は。実はダニっていうのは、普段生きてる時って無害なんですよ。生きてると無害なんですよ、実はダニって。知らなかったでしょこれね。なかなかあれなんですけども、その後に死んだりとか、ダニの死骸、ダニの糞、ダニの抜け殻、そういうのがバラバラになって細かく乾燥されてフェーって乾燥して飛ぶじゃないですか。飛沫になって飛んで、それを吸うとそれがアレルゲンなんですよ。死んだ後厄介なんですね、ダニって。まあもちろんその生きてね、糞をしたりするのもそれも厄介ですけど、あと脱皮もね、厄介ですけど、だからつまりは、このダニをこうやってね、布団叩きでバーって叩くっていうのは、それはダニの死骸をもう粉々にしてそれを吸いますよって言ってるのと一緒なんですよ。これ全然効果ありませんよと、はい、いうところでございます。じゃあこれもいくよ。ということはこれもなんですよ。洗濯でダニ駆除。ねえ、もう洗剤も入れますよと。柔軟剤も入れます。なんなら水攻めですよ。もうこれでジャブジャブやってダニを駆除できるぜ。ブブーでございます。これめっちゃできそうじゃない？これできないんですよ、実は。とある実験で、洗剤を入れた水に1週間ダニを入れました。ダニ、どうなってたか聞くからね。もう僕が聞くぐらいですからわかりますよね。生きてました。すごいね。ダニ生きてるんですよ。1週間ですよ。1週間洗剤入れた水に入れてて死なないんですよ。多分宇宙空間でも死なないんじゃないかと思いますよ。そんなことないんですけど。クマムシじゃねえんだからそんなことないんですけども、ダニはね、それじゃ死なないんですね。で、ダニっていうその物理ね、この洗濯でさ、物理攻撃あるじゃないですか。水でジャバーって排水ジャバーってあるじゃないですか。実は、これもまた実験の動画があるんですけども、黒いシャーレみたいな、そのスポンジバンって置いて、で、そこにダニをフィッて置くんですよ。じゃあそこに水をジャパンジャパンってすると、まあダニがいて、ジャパンジャパンジャパン変わらないんですよ。動かないんです。なんとダニっていうのは爪があるんですね。ここに爪があって。で、それでガッシリ掴んでるんですよ。だから、生きてるうちのダニっていうのはですね、掃除機とかでもなかなか吸えないし、まして洗濯ね、洗濯でバシャンバシャンやっても無理なんです。うわー、すごいですよね。しかも吸盤もあるからもう、至れり尽くせりなんですよね。もう俺はここに住み着くみたいなことなんですよ。だから、ね、洗濯とか掃除機でもダメなんですね。あと、よく、皆さんの中で質問があったのがこちらですね。ファブリーズでも死なないです。はい。ファブリーズ、一見ね、なんかリセッシュとか言ってね、まあ違う商品名また出ましたけど、ファブリーズとかリセッシュとかああいう空間除菌みたいなね、ああいうやつでも死にません。はい。で、まあコロナになってね、だいぶ復旧しましたけども、こうね、身の回りによくある、ご家庭にもね、よくあるようなものになりましたけども、アルコール。はい。こちらでも死にません。アルコールでね、ワンチャンそのカビの発生を抑えてね、そのシュシュッとこう、端っことか吹いて、なんかね、カビっていうのがそのダニとかの餌になりますので、それを抑えるっていうことはできますけども、アルコールをダニに直接シュッてしても、何かって感じです。はい。まあ、水でね、洗剤でも死にませんから、アルコールぐらいじゃ死にませんよということでございます。はい。で、掃除機じゃ吸えません。もちろんそうですよね。洗濯で水バシャンやっても流れないぐらいですから、掃除機じゃ吸えませんよと。はい。で、布団乾燥機で、じゃあ、よく聞くと思います。ダニに対してね、ちょっと調べたことがある方はもうわかると思うんですけども、熱でね、ダニを駆除できるぜつって言う方もいらっしゃると思います。はい。でも、布団乾燥機で全体を死滅温度にするのは大変むずいでございます。こちらもそうですね。布団
団でね、天日干しでダニ駆除はできませんということでございますから、なかなか布団乾燥機で全体を死滅温度にするのは難しいよと。まあよくあるじゃないですか。カーペットだとダニパンチとかね、ダニ予防みたいな、そんな名前で一番温度高くなったりとか、布団乾燥機でもね、ダニに効果があるよっていうマークとか、なんか絵が描いてあって、そこまで温度を上げるとどうのこうのとかあるんですけども、布団乾燥機で全体を死滅温度にするのはマジでむずいです。こうノズルがあって、そこからバーって出るじゃないですか。ここはあったかいんですよ、ここは。じゃあここはあとその中心温度、内部の温度はってなるんですよ。僕の個人的な感想ですけども、普通のシングルサイズがこうあるとしてね、シングルサイズがあるとして、最低僕はこのシングルマット一つを、ダニ全員死滅させるぞってなったら、最低こうやって3つ必要だと思います。布団乾燥機、これノズルです。はい。で、こう温まります。こう温まります。こう温まります。やっぱ4台あると確実かなと思いますけども、なかなか難しいです。これ僕のチャンネルの中で一番バズってるダニの動画があるんですけども、お芝居チャンネルのくせにね、あるんですけども、そちら、見ていただくとわかるんですけども、まあ僕が住んでた、寝室が映ってるんですけども、そこが一つ持ってたんですね。この布団乾燥機を一つ持ってて、で、下にカーペットも引いてるんですよ。カーペットを最大にして布団乾燥機をつけて、そして、上にもういろんな毛布とか、シーツとか全部バン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 って乗っけるわけですよ。もう保温性をとにかく高めて。で、その上に銀のシートを貼ってってやってやるんですけども、温度はだいたい40度ぐらいまでしか上がりません。この一番上まで全てがっていうのはね、なかなか上がらないので難しいかなと、はい、思います。だから布団乾燥機だけで死滅温度にするのは難しいです。はい。これも誤解ないように言いますけども、布団乾燥機で乾燥させることによって、ダニの防除、ダニが増えないようにするっていうことは可能です。はい。だからそこは間違いないようにしてください。布団乾燥機でダニをぶちすぜみたいなことは無理かなと、はい、いうふうには思ってるとこんな言葉遣いしてて大丈夫なのか、これピー入れた方がいいのかわかんないですけども、ダニを駆除するのは難しいよということでございます。はい。バルさんは布団とか畳とかの奥までは届きにくいです。これね、商品名とか言わない方がいいですよ。これ見てらっしゃる役者の皆様ね、役者とか芸能関係の皆様はね、これから例えばインフルエンサーとかでね、やっていきたいよと思ってらっしゃる方、商品名は安易に出してはいけません。ねえ、そこの企業からの案件が来なくなりますので、よろしくお願いいたします。注意してくださいね。はい。バルさんは布団とか畳の奥までは届きにくいです。はい。ですから、中までブシューなやつとかをやってみてください。はい。ということで、目から鱗だったと思います。なんと誤認してる人が8割ということです。でも、これも正しく言えばということでございます。こうすれば洗濯だって効果があるし、こうすれば天日干しだって効果があるよということでございます。はい。じゃあ、まずはですね、ダニを防除するために、ダニとうまく付き合っていくために、もしくは憎きダニを駆除するためにはどうしたらいいかっていうと、まず敵のことを知るのが大事ですよね。まずダニについて勉強しましょう。まずダニの寿命っていうのは2ヶ月から3ヶ月でございます。よく言われるのが、ダニが猛威を振るうのがこれからなんですね。秋の季節なんですよ。もう夏の間にいっぱい繁殖するんですよ。僕たちって汗いっぱいかくじゃないですか。特に夏ね。で、汗とかがダニたちの大好物なんですよね。もうとっても餌になるわけですよ。で、それでいっぱい増えていっぱい増えて飽和状態になる。つまりそのバランスが崩れると私たちがダニに刺されたりとかするわけなんですね。まあ全てのダニが刺すわけじゃないんですよ。家ダニとか粉ダニとか何ダニっていっぱいいるんですけども、その中で爪ダニっていうのが僕たちを刺すんですね。まあ吸血はしないんですけど誤って刺してしまうんですよ。爪ダニのご飯っていうのがダニなんですね。ダニがダニのお尻あるじゃないですか。あれをチューチュー吸うんですよ、爪ダニが。で、爪ダニっていうのは家のダニの中のなんと全体の 5% ぐらいしかいないんですよ。5% です。だから普通に家の中のね、人を刺さないダニがいる分には別に何もあれなんですけど、そいつらが増えてったらその 5% も徐々に増えていきますよね。で、増えていくと僕たちのところの生活圏にまで脅かされて、爪ダニのところによっからせってね、ソファーだと座ったりとかすると、爪ダニが間違って刺しちゃうんだって。間違って、あ、これかな、違ったみたいなことがあるそうです。はい。ちょっと可愛いですね。間違って刺しちゃうんだそうです。はい。本来は餌じゃないんですって、人間はね。っていうことがあるそうです。だから、夏の間にうわー増えたやつが、今、爪ダニもじゃあ一緒にうわー増えて、餌が増えるわけですから、爪ダニにとってはね。餌が増えるわけですから、そこでじゃあ秋から猛威を振るうよという、今そういう時期でございます。はい。寿命が2ヶ月から3ヶ月でございます。で、彼らの大好きな温度と湿度ですね。25度から30度。ね、湿度は 60% から 80%が好きですよということでございますけども、これね、
人間も好きなの。ね、快適でございます。湿度 60%、ね、温度25度とかね、冷房とかでね、ここ目指すでしょ。暖房でもここ目指すでしょ。湿度とかもね、ちょっと高かったら嫌だなとか思って下げたり、つってもこの辺でしょ。ダニにとっても心地いいんですね。人間にとって心地いい環境が。これ困りましたね。特に最近のライフスタイルの変化っていうのもありますよね。巣ごもり需要と言いますか。コロナ禍でね、そのライフワークがね、変わって、あんまり外に出ないということで、家の中にずっといる期間が増えて、家の中にずっといるってことは、家の中での汚れ、自分から出る汚れというのもどんどんダニの餌になっていくということもありますし、最近の住宅で言えば気密性が高いですから、換気性もなくて、どんどん湿度とか空気がこもりやすくなるということですよね。で、それで、ダニが増えていきますよということでございます。で、ダニめちゃくちゃ強いんですけども、じゃあダニはどうやったら死ぬのというところをですね、皆さんにお伝えしたいと思います。まず、50度の温度で30分かかって死にます。はい、50度をずっと浴びると、さすがにちょっと無理かも。つって50度だったら30度でございます。で、なんと60度だと一瞬だそうです。ワンって60、もうこのダニ直接に60度ワンやったらヒュンだそうです。はい。これ一瞬でございます。で、だから熱に弱いんですよね。はい。よくダニだと、ダニの防除とかのね、チャンネルとかだとよく、皆さんも聞いたことあるかなと思いますけども、熱に弱いです。そういうイメージがありますよね。ホットカーペットもそうだし、布団乾燥機もね、熱ですから、なんとなく熱に弱いんだろうなっていうのは頭にあると思いますけども、こういう温度感だそうです。はい。50度で30分、60度で一瞬でございます。ちなみになんですけども、冷たい場合はマイナス10度だとさすがに生きられないそうです。はい。だから、北海道の方とかはね、北海道の方は冬ね、別に冬でもその部屋の中はね、暖房が効いてあったかいじゃないですか。つまりダニがいるわけじゃないですか。冬だって別にね、ダニに悩むことってありますから、チクチクすんなーっていう北海道の方、冬限定ですよ。もう、外にね、バンと捨ててください。自分の布団をマイナス10度の日にね、バンとすると生きられないそうです。はい。雪の上にやっちゃダメですよ。湿度からね、あれしちゃうから。だから外に干してください。マイナス10度の日にですね。ぜひ雪が降ってないマイナス10度の日にですね、外に干していただくといけるかなと、はい、思います。これなかなかでも難しいですね。あと、業務用の冷凍庫をね、持ってらっしゃる方、ご家庭でね、業務用の冷凍庫を持ってらっしゃる方はそこにぶち込んでもいいかなと、はい、思います。で、もう一つ盲点なのが、湿度っていうのがあるんですね。盲点っていうか、実はこれあんまり知られてないけど、これが一番重要なんじゃねえのっていうところなんですけども、湿度でございます。湿度が 50% 以下だと生存できなくなってくるそうです。ダニがですね。なるほどね、と、湿度ということでございます。だから、ここら辺でも申しましたね。天日干しとかね、洗濯とか、あと布団乾燥機、ここら辺で湿度を下げるっていうことが大事になってくるんですね。じゃあ、それがどれぐらい大事かっていう繁殖実験の結果っていうのをですね、皆様にお伝えしたいと思います。はい。そういうダニの研究所があるんですけども、そちらがですね、繁殖実験というのを行いました。はい。まず、湿度を 70% に固定して、温度を変えました。10度から20度、20度から30度、30度から40度の間で繁殖実験というのを行いました。その結果はこちらですね。10度から20度の間は、死骸は多めで繁殖は抑えられていました。つまりは、生存はしていました。はい。まだちょっとね、死体も目立ちますし、繁殖もね、そんなにしてないけども、生きているよっていうところでございます。はい。20度から30度、ここに入りますよね。大好きなところに入りますけども、やっぱり一番活発でした。湿度 70% の20度から30度が活発でございます。じゃあ、それより熱くしてみたらどう？もう人間にとっては不快ですよ。かなりね。30度から40度。さすがに繁殖は抑えられてます。適正な温度ではないので、ね、大好きな温度ではないから繁殖は抑えられてますけども、死んではないんです。これ実はだから熱に強いんですよね。そりゃそうですよね。だって50度とかですよ。人間よりも熱に強いと思いません？ 50 度で30分、60度で一瞬ということですから、めちゃくちゃ強いですよ。熱に強いんですよ。熱に弱いというか、熱で駆除するっていうイメージがありますけど、実は熱に結構強いんですよね。ということでございます。じゃあ逆に変えてみようよということで、湿度を 40% にしてみました。湿度を 40% で30度、ここのね、適正温度に入ってますけども、湿度 40% の30度にしてみたらどうって。温度は高めだけどどうですかってやってみたところ、なんと4時間後に死亡しておりました。滅亡ですね。ダニ一族が滅亡しておりました。4時間後には。湿度。これめちゃくちゃ大事なんですね。で、私たち、布団乾燥機とか、天日干しとかで、温度を上げてって、これめちゃくちゃ難しいんですよ。温度を管理して、温度をうわーっと上げて、ダニをじゃあ駆除するぞっていうのめちゃくちゃむずいんですよ。だから、湿度をコントロールしましょう、私たち。寝てる周り、寝具のところとか、寝て起きた後とかね、湿度を管理することによって、ダニを駆除、もしくは発生を抑制していくっていうことを目指す方が一番効果的であるかなという
ふうに思います。はい。で、湿度を下げる過程で熱というのを利用するパターンがあるんだよというところでございます。炭とかでもね、なんか湿度を下げたりとかもできますので、シューズに入れる用の炭とかあるじゃないですか。僕はあれなんかベッドの隙間とかに、部屋の隙間とかにですね、こういうのを置いてるんですね。これ中に炭なんですけど、100均に売ってるじゃないですか。シューズ用の炭が。これをなんか湿度が溜まりそうだなとか、そういうホコリが溜まりそうだなとか、そういうところにこういうのを入れとくと、湿度を調整してくれるので、とってもいいかなと、はい、思います。こういうのね、僕は結構隙間に家中に置いてます。はい。ということで、大事なのは2つですね。増やさないということ、そして駆除するよということでございます。まあ、駆除ちょっと難しいんですけども、まずは増やさない努力を皆さんしましょうということですね。まずは餌をあげない。ね、これはもう定期的な掃除機でございます。掃除機こちらですね。掃除機では吸えない。これね、大変ですけど、吸えないですけど、僕たちのフケとか赤とかそういうのはですね、吸えますので、ぜひ掃除機で吸ってください。もう僕たちのフケとか赤がね、もう彼らの一番のご褒美、贅沢品、ご飯ですから、彼らは僕たちのフケ、赤、汗、1g あるとダニって300匹生存できるんですよ。すごくないですか？これ 1g で300匹を賄うことができるんですよ。もう僕今体重70キロなんですけど、僕一人いたらもう何億匹のダニが多分生きていけます。はい。それぐらいです。はい。ので定期的な掃除機っていうのが大事ですね。で、掃除機と踏まえて、もちろん洗濯っていうのはね、洗濯でダニ自身をどうこうっていうのはできないですけど、僕たちの汗だとかフケっていうのを軽減することができるので、やっぱりシーツを定期的に洗うとかっていうのが大事になってきます。で、住み心地を悪くするっていうことですよね。だから湿度を下げるっていうことなんですけども、まず場所を提供しないというところですね。先ほどお伝えしましたけども、高密度のシーツというのがございます。こちらを買っていただいて、それをつけることによってダニがあれ中に行けないなっつって。だから、なんだろうな。僕たちも寝るときってお布団欲しいじゃないですか。でも、高密度のシーツをすることによってダニにとってはお布団がないんですよ。こう入り込めないから中に。なんか、居心地悪いってなるわけですよ。だから居心地を悪くしてください。はい。で、乾燥、ダニシーツですね。はい。で、棒ダニシーツ、その高密度のね、棒ダニシーツなんですけども、ポリエチレンかな、その化学繊維みたいなものと綿のやつがあるんですけども、個人的には綿をおすすめです。まあ値段はちょっとね、なんか化学繊維のものよりも倍ぐらい変わるんですけども、肌触りがいいっていうのと、あとは、汚れがつきにくいんですよね。その人間から出る汚れがね、ちょっとつきにくいので、その方がおすすめかなと思います。まあ棒ダニシーツにもね、いろいろ種類があります。防水機能も加わってるやつがあります。まあ防水機能のやつは果たしてじゃあ人間の汗出るやつはどうすんだろうな、間のブランケットで全部吸うんかなみたいな、他にもシーツじゃあもう一枚いるのかなとか、なんかいろいろありますけども、まあいろいろあります。で、ご自身のライフスタイルとかに合ったものをすればいいかなと思います。ちなみに僕綿をおすすめしてるんですけども、綿がいいよって知ったのはもう買った後だったんですよ。だから僕はポリエチレンの棒ダニシーツ、高密度の棒ダニシーツをカバーにこうつけてます。はい。その高密度シーツ自体もまあ汚れないように長持ちするように僕は上にまたシートをシーツ、ベッドカバーみたいなのをかけて、それも定期的に洗ったりとか、はい、いう風にしてますね。増やさない努力というのはそういうところです。で、はい、じゃあ、駆除はどうすればいいかなんですけども、駆除こちらですね。はい、熱を50度以上、まあ60度が、まあ望ましいよというところですね。はい、この繁殖実験とかこの辺で勉強しました。熱を加えることによって、しかももはやね、できませんよということでございます。まあ乾燥ももちろんありますけども、乾燥でもね、乾燥かだから熱のどっちかでしか駆除はできません。ので、お気をつけください。まあもちろん燃やしたりしたらね、もちろん燃やしたりしたらダニ死ぬけどその布団もう俺使えんやんみたいなことになりますので、はい、この2択かなと思います。はい。で、じゃあどんな風にしたらいいかなっていうこちら具体的な方法がちょっとちょろちょろっと載ってるんですけども、例えば僕は敷布団をね、1年に1回洗ったりするんですよ。敷布団ってめんどくさいじゃないですか。まあね、クリーニング屋さんに出してもいいんですけど、クリーニング屋さんに出すとまあまあね、お値段するじゃないですか。だから僕は浴槽内で洗うんですけども、浴槽内で洗う時にね、熱湯、まず温度ピピピピピピってして75度以上にするんですよ。75度まで上がるじゃないですか。で、75度にして、その熱湯をブワーって出します。で、その熱湯に浸らせて、温度が落ち着いたら足踏みして、洗うという風にしてます。ご自宅でね、熱湯で洗うことができるかなと思います。浴槽がある方はですね、その浴槽に、まあ敷布団だけじゃなくても自分のブランケットとか何でもね、ぶち込めるものは、ソファーとかもちょっと解体して入れるんだったらそれもね、背もたれの、こういうものですね。ちょっと今緑色だからあれになってるかもしれないですけど、ソファーのクッションとか、そういうちょっとね、
浴槽内に入りそうなものとかは、75度の熱湯を出してすることができるかなと思いますけども、それで一つ注意なのが、クッションの中、敷布団の中まで75度の温度に達さないと意味がないですからね。はい。滅亡させないと意味がないですから。たった1匹のダニがですね、やっぱり死ぬまでに100万匹ぐらいにほっといたらなりますよ。やっぱすぐそんな何万匹ってなりますから、だから滅亡させることが大事なんですよ。そもそも滅亡させたいじゃないですか。いや、無理ですよ。ダニを滅亡させるのは無理なんですけど、刺された日の朝ってめっちゃムカつきません？クソダニこの野郎って思うじゃないですか。だから滅亡させたいじゃないですか。だから滅亡させましょう、頑張って。ので、ダニをね、こう75度のお湯のところに沈めるじゃないですか。この敷布団をバーっとして、中まで浸っていかないんですよ。普通にしてたら。中までいかないので、で、温度もどんどん下がっちゃうので、棒とかでどんどんこう、布団を踏んでください。本当はね、普通の踏み洗いみたいにガシャガシャガシャってするといいんですけど、75度の熱湯ですから確実に人間が火傷します。ので、ポテトマッシャーみたいな気持ちですよね。ポテトマッシャーみたいな気持ちで、なんか例えば、突っ張り棒とかあるじゃないですか。ああいうのでこう、ブシューブシューってこう、敷布団をいっぱい踏んで、で、中まで、75度の熱湯が入るようにしてください。だからこれはもう、旦那さんとか男性の方に任せてください。これはもう、じゃないと無理だと思います。重いですし。浴槽で洗った後の布団とかもめちゃくちゃ重いですから、あれ全部ね、水吸いますから、めちゃくちゃ重いですから、ぜひですね、結婚していらっしゃる方は旦那さんに、もしカレピッピがいらっしゃる方はですね、カレピッピに、ねえ、洗濯して、浴槽内で踏み洗いして、75度の熱湯でって、彼女さんはお願いしてみてください。で、これドライヤーというのもいいかなと思います。ドライヤーの一般的な温度が、噴射口から、約3センチの部分で計測した温度ですけども、100度ぐらいあるそうです。高いものだともうちょっとありますけども、一般的なドライヤーで100度だそうです。だから、これはもう絶対守ってくださいね。これやるんだったら守ってください。はい。絶対そばにいてねってなんかちょっとメンヘラみたいな話ですけども、絶対そばにいてください。これね、ドライヤーだとしますよ。これね、ドライヤーだとして、このクッションがあります。このクッションがありますとして、ドライヤーバーってこう当てるじゃないですか。こうね。これ絶対そばにいてくださいね。これでこう放置して、例えばなんか、こう敷布団とかにバーッとして、これで敷布団とかにバーッとこれをかけて、じゃあこの温度がね、良くなるっしょとか言ったら絶対火災になりますから。すぐこいつバチ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 とか言いますからね。埃を吸って焼いてバチバチ言いますから、絶対そばにいてやってください。はい、ドライヤーですね。で、ドライヤーはどういうのに効果的かなと思ったんですけども、ソファーとかに効果的かなと思います。はい。でも、ぶっちゃけですよ。ソファー分厚いじゃないですか。中まで中心温度がね、そんな上がってくるかって言ったら絶対上がってこないんですよ。ソファーの中まで死滅温度に達することは無理です。じゃあ、どうしたらいいか。部屋を暗くして1時間待ってください。ほう、なぜなんだい？ダニはですね、夜行性なんですね。だから部屋が暗くなってくると、奥底に眠ってたやつが、俺らの時間だなっつって活動時間になるんでバッと表面に上がってくるんですって。だから部屋を暗くして、日中だったらね、部屋を暗くして1時間待ってください。そしたらダニがフェッと開いてくるんで、そこで明かりつけたらダメですよ。明かりつけたら、また日が昇ったっつって下に行っちゃうんで、明かりをつけずにそのまま暗闇でそっとドライヤーを取り出して、そしてソファーにドライヤーをかけてください。ブーって暗闇の中。そうすることによって表面に出てきたダニを死滅させることができます。はい。これね、そのダニの移動の話でもそうなんですけども、天日干しもそうなんですよね。天日干しで表面温度とか上がるんですけど、結局布団の裏側に逃げちゃうんですよ、あいつら。暑いな。ちょっとしんどいな。で、表面の温度はね、表面の温度ももちろん上がりますし、表面もね、もちろん乾燥するじゃないですか。乾燥するからいいかなと思うんですけども、やっぱり裏側の湿度とかまだ残ってるとこ、温度がもうちょっと低くて湿度が残ってる裏側に逃げるんですよ。はい。だから、厄介です。ダニってめっちゃ厄介じゃないですか。ね、本当に厄介なんですよ。はい、次行きますよ。家庭用の乾燥機っていうのもございますよね。家庭用の乾燥機にぶち込むっていうこともできますけども、それはスペックによるので、ぜひ自分で取扱説明書とか見てみてください。大体一般的には50度から60度の温度が出ます。乾燥させるためにね、50度から60度の温度出ますけども、じゃあ果たして中心の温度はどうなのっていうところでございます。ちなみに僕、洗濯機を10キロ洗いのやつ持ってます。10キロ洗いのやつの大きさがどれぐらいかっていうと、シングルサイズの、敷布団がギリギリ洗えないです。はい。ギリギリ洗えない。だから結構みちみちなんですよ。ギリギリ洗えないっつってるけど、僕はもうなんとかやって押し込んで洗ってますけど、洗濯機が傷むのでやめてください。ガコンガコンになってたまに削れてたりするんですよね。中のあれが。だからそれはね、やめてください。ですけども、例えばじゃあ12キロ洗いとかになって中にね、スポッて入ったとしても、結構みちみちなんですよ。だから、12キロ洗いだとしてもね。それでじゃあ、布団乾燥機かけます。ブーってなったとして、中心温度そんなみちみちで上がるかって。ブランケットとかだったらね、他にも空間があってふわっとできるので、中心
心温度までね、上がるかもしれないですけども、敷布団を12キロ洗いのやつにぶち込んで、中心温度が上がるかって言ったら、どうでしょうね。1回じゃ無理でしょうね。2回、せめて2回。まあ、その敷布団のポテンシャルにもよりますよ。そう。もう水洗いした後のびちょびちょの状態なのか、乾いた状態でなのかにもよりますけども、まあ2回ぐらいやった方がいいんじゃないかなと思います。で、その手間がもう大変じゃないですか。家だとね、そこにぶち込みに行くのも大変だし、なかなか入らないし、12キロ洗いも結構でかいですよ。12キロ洗いって。大体皆さん12キロ洗いの、洗濯機持ってないと思います。大家族とかね、じゃないとなかなか12キロの洗濯機持ってないと思うんですけども、だったらコインランドリーにやっぱ行った方がいいよなっていうところで、ここでも帰ってきます。コインランドリー、しかも温度結構高いの出ますから、しかも温度高めのやつもあるんですよ。ものによってちょっと調べてみてください。普通の乾燥機と、これ結構温度高めで乾燥するぜっていう乾燥機と2種類あるんですよ。だからそういうところにぶち込めばいいかなと思いますので、はい、コインランドリーにぜひ持ってってください。絶対そっちの方が確実です。はい。でもまあ一応ね、そこをケチりたいなと思うじゃないですか。思う人もいると思うんですよ。僕みたいな人。という人はですね、ぜひ自分のスペック確認してみてください。はい、どれぐらいかなって。で、温度がこれぐらいで中心温度がっていうやつは、ぜひ計算してみてください。で、中心温度がどれぐらい上がりづらいかっていう動画はですね、この前に上げてる大人気の僕のね、お芝居チャンネルで大人気のダニの動画があるんですけども、私は何を言ってるんでしょうね。そのダニの動画の中でですね、中心温度がどれぐらい上がりづらいかっていう実験をやっておりますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。僕の肌感覚で言うと、家庭用洗濯機の中にみちみちに乾いたやつを入れたとして、まあ大体3回しぐらいですかね。3回その乾燥機をあれしないと中心までは難しいんじゃないかなと、はい、思います。まあそれがどれぐらい保温性があるかにもよりますけど、そんぐらいじゃないかなと、はい、思います。で、これは夏限定になるんですけども、これもめちゃくちゃおすすめでございますね。車内に放置でございます。こちらの温度を、見ていただきたいんですけども、車の中ってこんだけ温度上がるんですよ。ね、もうこんなんもう布団乾燥機にぶち込んでるみたいなもんじゃないですか。だから手軽にできるんで、車を持ってらっしゃる方、まあなかなか都内はむずいですけどね、まあ日照の関係とかもありますけども、ぜひやってみてください。車内に放置ですね。別にね、都内じゃなくても、ある程度の街に住んでらっしゃる方って、まあ日照関係難しいと思うんですよ。じゃあどうしたらいいのかな？イオンに行きましょう。みんな大好きイオンでございます。ちょっと遊び行こうぜっつったら、もう市内に行くかイオンに行くかの2択でございますけども、大体イオンに行きますよね。もう友達とのカップルとかとよく会うんですよね。イオンに行くと、あいつお前みたいな。行くところがねえのよ、イオンしか。いや、それはいいんですよ。で、イオンに行ってください。で、イオンって大体開けてるところの駐車場あるじゃないですか。だから、直射日光ガンガンなんですよね。あと、屋上駐車場の一番上とかに止めてください。で、フロント部分に、バンと置いて、で、それで放置しとくと、もうね、この図の通りのもう温度が出るわけですから、もうそれはもう温度が上がってダニ死滅しますよということでございます。で、理想は1時間経ったら表裏フェッと、こう、返すといいかなと思います。はい。まあ理想は1時間半とか2時間かなと思うんですけども、まあでも、まあ短い場合は1時間とかで裏返すといいかなと、はい、思ってますので、1日1枚とかですかね。大体時間帯っていうのが12時から15時の間が有効な時間帯かなと思うんですね。僕の肌感覚、僕の前回のね、動画で、実験した感覚ですと、やっぱり夏場とはいえ、やっぱり気温がぐーっと上がってくるのが大体12時、15時が一番ピークになりますので、そこら辺の時間帯が有効かなと、はい、思います。ので、ね、1時間に1回とかひっくり返したとして、まあ大体12時から15時の間に収まるじゃないですか。で、だからイオンに行ってください。イオンに布団を持って彼女とデートしたり、あとご家族とデートしたり、してください。はい。それがいいかなと思います。フロント裏表ですね。で、プラスで黒布に包んであげるとより効果があります。黒布っていうのは光とか熱を吸収する特性がありますよね。だからめちゃくちゃ熱くなります。めちゃくちゃ熱くなりますので、黒布に包んだりとかしてみてください。僕はなんか Amazon ですごい安い黒布があったので、それを買ってそれをぐるぐる巻きにしてました。はい。そんなんじゃなくても、専用のやつがあります。まあちょっとお値段しますよ。Amazon で黒い布をただ買って自分で巻くよりは全然高いですけども、敷布団を1枚1枚、布団をね1枚1枚入れる黒い布があるんですよ。で、それで干すとちゃんと温度が上がってダニを殺すことができるんですね。はい、こちらさっきここで一瞬触れましたけども、普通の天日干しでは無理ですけども、黒いそれに入れて、干すことによって温度が上がって殺すことができます。でも普通にこういう風に干すと片っぽ
干せないの分かります？そうじゃなくて、全面をやんないと意味がないんですよね。じゃないと逃げちゃうから。逃げちゃうので、全面をバンってやってください。はい。で、もちろん裏表しっかり熱することによって、熱プラス乾燥によってダニを死滅させることができます。ということでございます。はい。で、冬に家の中開けてっていうのもいいですね。冬っていうのは乾燥注意報出てめちゃくちゃ湿度下がるじゃないですか。その湿度が下がってる時にぜひ家中開けてください。バーって隅々。で、その時にちょうどね、もう全部掃除機かけたりとかしてください。これゴキブリにも効果ありますよね。家を全部開けとくっていうのはね、冬のめっちゃ寒い日に開けとくと、卵とかも死んじゃうし、さすがにゴキブリさんも、ちょっと寒くて無理ってなりますので、めちゃくちゃ寒い日にですね、家中開けて、お掃除したりとかすることによって、ダニをだいぶ抑えて、家の中のダニをね、もうその時なんだろう、もう本当に死滅させてやろうか、滅亡させてやろうかということでやって、来年の夏に向けて夏繁殖しないようにということができます。はい。冬の間にね、ぜひやってみてください。もう大規模なダニとゴキブリ駆除でございますね。これやってみてください。で、村上式というこちらですね。村上式というのが、まあ前回の動画でお伝えしましたけども、まあ、敷布団とかを一枚一枚黒布で包んで、さらにはビニールハウスの効果ということで、ビニールにも包んでですね、で、一枚一枚をちゃんとこう光に当てる。半分に折ったらダメですよ。一枚一枚を全てをこう光に当てていくっていう方法です。これが薬剤を使わずに一番安いです。コインランドリーにも持っていかなくて、お金がかからないですし、アマゾンとかでただの黒い布、アマゾンとかでただのビニール、長いビニールを買って巻きつけてるだけなので、一番安いですけど、一番苦労します。めちゃくちゃ手間かかります。はい。でも、それでもお金を抑えたいよという方はですね、ぜひ前回の動画参考にしてみてください。で、前回の動画でもダニについてめちゃくちゃ勉強できることはあるかなと思いますので、もしご興味ある方は見てみてください。はい。ということでございますね。で、その時間帯が33度以上の炎天下に1時間全面に光12時から15時の間が効果的じゃないかなというところでございます。はい。というの以上を踏まえて、だからこそこの結論なんですね。はい。駆除にはコインランドリー、乾燥、洗濯、そして乾燥でございます。いいですか？まず、洗濯を最初にやってはいけません。最初に洗濯をやっても何の意味もないですからね。もう彼らはしがみついて、そして洗剤でも死なないですから意味がありません。まずは乾燥によってダニを死滅させましょう。また悪い言葉が部から始まる悪い言葉が出そうになりましたけども、まず乾燥でダニを殺します。はい。その後に洗濯することによって、この爪とか吸盤がファッと剥がれるんですよね。したらダニがもう洗濯でさよならと流れていくということでございます。そして最後ね、もちろんびちょびちょで私たち寝るわけにはいきませんから乾燥させるということでございます。はい。その後にやってください。高密度シーツでございますね。高密度シーツをすることによってもうね、綺麗な布団になったじゃないですか。もうこの綺麗な布団を綺麗なままにしておきたいね。もう外部からの侵入を防ぐということで、高密度シーツでもうこれ買ってください。めちゃくちゃいいので、もうめちゃくちゃいいです。もうダニに悩まされることめちゃくちゃ少なくなると思うので、高密度シーツをぜひ買ってください。で、それをして、で、言うてもね、シーツの上とかには僕らのフケアカ、髪の毛とかね、汗とかいろいろありますので、定期的な清掃ですね、シーツの交換だったり、掃除機をかけるということが大事になってきます。はい。で、まあ、動かせないもの、重いものとか、まあ、あと内部までこうある分厚いものとかね、そういうものを、まあ、ソファーとかマットレスとか、畳とかになってくるんですけども、もうそういうのはもう勢いよくもう薬剤を使っちゃいましょう。薬剤を使う方がいいかなと思います。で、薬剤、高密度シーツ、定期的な清掃というこの順番ですね。で、ワンちゃんがいるよ、猫ちゃんがいるよ、子供がいるよ、薬剤難しいよっていう方は、やっぱり、使ったらじゃあ換気をする。布団とか寝て朝起きたらおはようってなったら、例えば脚立とか椅子みたいなそういうのにバッと乗っけて扇風機を当てるとか、しっかりこう換気をね、良くしてください。僕ももう寝て起きたら必ず扇風機をつけてるんですね。扇風機つけて、布団を乾かしてます。はい。それがすごい重要かなと思います。で、さっき言ったように、ダニの誘引シートみたいなのあるじゃないですか。そういうので減らしてっていう努力ができると思います。はい。ぶっちゃけああいうもう重いものとか、分厚いものに関してダニを滅亡させるのはなかなか難しいかなと思います。はい。もちろん、スチーマーとかもあるんですよ。ハンドのスチーマーあるじゃないですか。あったかいあれがバーって出るの。でも、中心温度までそれになるかって言ったらむずいんですよ。そして、マットレスによっては、使えないものもあるんですね。マットレス、こちら見てください。こちら図があるんですけども、マットレスによってはですね、熱とか、まあ、水洗いがダメなものがあるんですよね。はい。ウレタンマットレス、スプリングコイル、ラテックス、ファイバーというね、まあ、大体そういう種類のものがあって、まあ、それによってお
すすめのものとか NG 行為とかあります。はい。もう熱がダメなやつなんかもうそもそも無理ですよね。じゃあもうダメかってなりますよね。熱湯もそうですし、ドライヤーとかもダメになってきますよね。で、水洗いがダメっていうことは、まあその後洗濯とかもダメかっていうことになりますよね。はい。これ面白いですね。ラテックスクリーニング依頼がダメっていうね。まあ結構ね、マットレスで悩まれる方って多いと思うんですよ。まあ重くてもうどう処理していいかわからんみたいな感じだと思うんですけども、まあだから、もう一番のおすすめマットレスじゃねえことなんですけど。だから、マットレスの場合は、なるべくまず減らす。で、乾燥させる。例えば布団乾燥機だっていいですよね。だから熱で殺そうと思わずに、抑制していく。増やさないっていう努力が大事ですね。なかなか駆除って難しいので、まずは増やさない努力ですね。で、朝起きてチュンチュンチュンってなったら必ず乾かす。もう夏とかでもね、暑くてしょうがないですけども、ちょっとね、エアコンの効きが悪くなるかもしれないですけど、布団乾燥機とか使うとか、扇風機当てるとかしてください。はい。で、湿度をね、取るシートとかもありますので、そういうのを使う。ダニの誘引のシートを定期的に使って、で、ダニが集まったら捨てるみたいなやつを使う。で、そして、ダニが減ったって、まあ冬とかはね、減ると思います。減ってってなったら、ぜひですね、高密度のシーツっていうのをこう周りにかけて、まあ上だけのパターンもありますけど、全体のパターンとかもあると思います。はい。いろんな商品見てみて、まあ上だけでもいいですよ。こうやってね、被せるだけでも、シーツを被せるだけでも、人間のフケとか赤とかが中に入っていかないし、逆にこうダニもこうやってこっちに来ないので、そういうのがマットレスにできる最善の方法かなというふうに思います。はい。ということで、今回最強のダニ対策、もう悩まないということで結論バツンをお伝えしました。これをやりましょう。で、ぜひですね、この結論も見てください。ダニを滅亡させるのは無理です。うまく付き合っていくしかないんですね。ということでございます。お芝居チャンネルかおるちゃんですけども、僕のチャンネルの中で一番伸びている動画はダニに関する動画でございます。こちらもぜひ爆伸びしろよということで思っておりますけども、こちらがですね、まずは皆さんのですね、ダニ対策に対して、とても有効になって、皆さんの生活の質が上がればいいかなと思っております。またね。